1分で覚える、絶対忘れられない韓国語の基本母音でした。おはようございます。今回は基本母音シリーズの中で、形態と順序を紹介します。英語の文字は大文字と小文字が2つあって、日本語の文字もひらがなとカタカナ2つのパターンがありますよね。しかし、韓国のハングルは1つの形しかありません。英語や日本語の基本母音は、あ、い、う、え、お、5つですが、韓国語の基本母音は10個で、もう少し細分化されています。それで外国人から聞くと同じく聞こえたり、音の微妙な違いを感じられない場合もあります。皆さんは初めてアルファベットを学ぶとき、ABCD の順に覚えましたか？それとも順番を考えずに頭の中に浮かぶ文字を覚えましたか？前回お話ししたように、基本母音の形は立っている人、垂直線と平らな地面、水平線、2つに分けられます。韓国アルファベットハングルを誰が、いつ、なぜ、どのように作ったのか気になる方は、画面右上をクリックして過去の映像を参考してください。垂直と水平の母音特徴は、陽性のプラス音と陰性のマイナス音に分けて考えることができます。言語を学ぶのに数学、科学の時間でもなく、プラスマイナスが何の話なのかと思う方もいるでしょうね。しかし、形態だけではなく、発音、書き込み、聞き取り、文法にも母音のプラスとマイナス規則がまた出ますので、この原理を理解すると後でとっても便利です。普通アジアでは、右はプラス、左はマイナス、上はプラス、下はマイナスだと思う嫌いがあります。すなわち、韓国語の母音で小さい点が右上にあればプラス、その他の位置にある母音はすべてマイナスだと考えてください。この時、小さな点は1つ、2つまで使うことができますが、3つは使用できません。現在は点の代わりに短い線に変えて使っています。それでは、基本母音の点の位置に従って順番に並べてみましょう。右、右、左、左、上、上、下、下、横、縦。もう一度基本母音の形態を整理してみます。右、右、左、左、上、上、下、下、横、縦。1分で覚える、絶対忘れられない韓国語の基本母音でした。今日はここまでです。次の時間お会いします。안녕。